僕が輸入してきたいろんな生き物の中でも、もう最高峰。なんか刺してるよね、今。刺してる。はい、どうも皆さん、こんにちは。ユーマニアックです。今回なんですけど、やばいアリをね、紹介していこうと思います。こちらにね、そのやばいアリちゃんがいるんですけど、今回紹介するアリは、僕が輸入してきたいろんな生き物の中でも、もう最高峰。本当に超ハイランクのレベルになります。いや、このアリの存在を知ってから結構頑張ってね、輸入しようとして、大体、1、2年ぐらいかけてルートを開拓して、ようやく今回輸入することに成功したので、皆さんにね、紹介していこうと思います。いや、本当にね、アリに詳しくない人が見ても、これはすごいわと。この見た目はすごいねとなると思います。ちょっと冒頭の挨拶いきなりめちゃくちゃ抽象的な表現多くて申し訳ないんですけど、本当にすごいんですよ。もう早速見ちゃう。もう早く見たいでしょ。もう一旦さ、ちょっと見るしかないよね。じゃあもうここにすぐ近くにいるので、早速間近で観察していこうと思います。アリを紹介してくれてありがとう。はい、それでは早速ね、そのやばいアリとやらを観察していこうと思います。こちらです。ドゥエーン。なんかすごい色とさ、形のアリがいるでしょ。早速、この子たちを紹介していこうと思います。こちら、ホンウロコアリ。学名ダセトンアルミジェルムというアリでございます。このアリは南米に生息していて、現在日本に流通しているアリの中で、トップクラスのレア度と値段を誇ります。本当にこのアリは超激レア。僕もね、アリにハマったのは結構最近のことなんですけど、とある方のブログを見てね、このホンウロコアリに見せられて、僕もアリを好きになったので、自分で輸入することができて、めちゃくちゃ嬉しいです。このホンウロコアリ。名前に鱗ってあると思うんですけど、皆さん彼らの頭を見てください。なんかさ、ハート型でしょ？でさ、魚の鱗ってハート型のイメージない？ポケモンのアイテムでもさ、ハートの鱗ってやつあるじゃん。技を覚えさせれるやつ。ちょっと懐かしくない？なんで、鱗の形の頭をしてるので、鱗アリという名前がついています。で、鱗アリ自体は日本にも生息してるんですけど、日本に生息してる鱗アリはね、めちゃくちゃちっちゃいです。もう本当にね、見るのが精一杯ぐらいのサイズをしてるんですけど、このホンウロコアリはね、めちゃくちゃ見応えがあります。もう1センチ以上とかになるからね、アリ全体の中でも大きい方です。別にあれだからね、日本のアリ下げてるわけじゃないからね。日本のウロコアリもね、めちゃくちゃかっこいいんですけど、このホンウロコアリはね、その大きさ的にね、迫力がすごいという。しかも、普通のウロコアリって土の中にね、巣を作るんですけど、このホンウロコアリは木の上に巣を作ります。なので、こんな感じでね、立体的なレイアウトにしてあげることによって彼らの生息環境を再現することができます。いや見てよこれ、大顎がさパカーって開いててさ、見た目やばくないか？めちゃくちゃかっこよくない？でさ、背中もさトゲがあって、もうすごいアリだよね。で目もさすごくない？つぶらな瞳は可愛いでしょ。でもちょっと釣り目になってさ、なんかクワーってさ怒ってる感じがさめっちゃ可愛いのよ。で目が大きいんで視力めっちゃいいんですよね。ちょっとピンセット近づけてみましょう。もうね、カメラをちょっとこうやって動かしただけでも警戒してくるんで、ほら。ほら。ピンセットに反応するでしょ。ほら。ほら、バチンって。もういつもはね、このケースを覗くだけで、もう多分僕の顔に反応して、近づいてきて噛みつこうとしてくるんで、このいかつい見た目通り、性格も凶暴という。いや、マジでロマンだわ。やっぱこういうの見るとさ、生き物好きになってよかったって本当思うわ。ちょっと今日控えめですね。このホンウロコアリたちも撮影で緊張してるのかもしれん。いつもはね、もうちょっと近づけるだけでめっちゃ噛みついてくるんですけど、ほら。面白いでしょ。ほら。かわいい。ほら、反応してくんのよ。なんで見てて面白いんですよね。で、今映してるのは、こう、働きアリの中でも、こう、兵士のようなね、巣の入り口を警備する役割なので、この中にね、まだたくさん働きアリがいるのと、女王アリもね、いますし、幼虫も卵もあるので、早速このコロニーの中を観察していこうと思います。普段はね、一応ね、その女王アリにストレスを与えないために、こうやって光を遮断するカバーみたいなのを普段はつけてるんで、これを外して中を観察していこうと思います。紹介していくよー。はい、それでは早速ね、この遮光カバーを外して、コロニーの中を観察していきましょう。これパカってね、やるだけなのよ。怖い。こいつ怖いって。じゃーん。
なんかマンションみたいになってて面白いでしょ。もう少し間近で観察していきましょう。はい、こちらがね、本鱗アリのコロニーです。ちょっと先にね、女王アリを皆さんに紹介したいので、今探してるんですけど、どこだ？あ、いた、ここだ。こちらです。これが皆さん、本鱗アリの女王アリです。他のさ、働きアリに比べて、頭が小さいんですけど、お腹が大きくて、で体もね、ちょっと細長いというか、まあ、全体的なサイズは、他の働きアリよりも大きいですね。で、ここにあるのが、これ幼虫と卵なんですよ。見えるかな？左にあるのが幼虫で、右のね、真珠みたいな、綺麗な粒みたいなのが卵ですね。で、これ輸入してから幼虫も大きくなってるし、卵もね、順調に増えてるので、コロニーの状態自体はね、めちゃくちゃ良好です。やっぱね、本鱗アリ自体が、なかなか飼育データも見つからないし、いや、どうすれば飼育うまくいくかなと思って、とりあえずね、現地の温度とか湿度を再現してるんですけど、まあ今のとこはこれでかなり順調に飼育できているので問題はないかと思います。で、この本鱗アリ、何を食べるかというと、このいかつい見た目に反して、実は甘党なんですよね。もちろん狩りも行って、ゴキブリとかコオロギとかね、そういう小さい昆虫も食べるんですけど、基本的にね、甘いものが好きなんで、ちょっと彼らにね、蜜を与えていこうと思います。めちゃくちゃいかついヤンキーがさ、実はめっちゃケーキ好きみたいな。そういうね、ちょっとギャップ萌えしちゃうとこもあるんで、早速ね、蜜餌を与えていこうと思います。ちょっとね、女王アリにストレスをかけたくないので、この遮光カバーだけもう一回戻そうと思います。これが結構重要なんですよね。じゃあ早速ね、蜜餌を与えていこうと思います。で、このね、小さい容器、小皿。まずこの中に蜜餌を入れていきます。で、ここにはもうね、普段は巣の入り口に置いてあるんで、好きな時に食べれるよって感じにしてあります。で、ここでね、市販のスイーツパウダーというものを使っていきます。これね、アリス・イン・アンダーグラウンドさんってとこで購入しました。これめっちゃ食べる、アリ。他のアリも飼ってるんですけど、みんなこれめっちゃ食べるんで、皆さん、蜜餌に迷ったら、アリス・イン・アンダーグラウンドさんで購入してください。アリス・イン・アンダーグラウンドってさ、名付けたの天才じゃないマジですごいと思うわ、それ思いついたの。で、ここに、粒の、本当に砂糖みたいなのを入れていくんですよ。もうこんなもんかな。もう適当で。で、ここに水を加えていくんですよ。あ、でも結構なんかもう匂いで寄ってきてるのかな。まだ固形の状態なんだけど。で、ここに水を加えていきます。これ注射器みたいなのでね。別に怪しい薬じゃないからね。で、このまま放置すればね、スイーツパウダーがもう勝手に溶けて、まあ砂糖水というかね、まあ蜜みたいなのが完成するんで、でも早速飲んでるよね、これ。ほら、ガブ飲みしてるね。いや、嬉しいね。いや、アリ可愛くね、マジで。もう本当にね、アリ最近マジでハマってんのよ。でもさ、コロニーの中にいる子がさ、みんなここに集まってくるわけじゃないんで、こうやって蜜餌を見つけてね、飲んでる個体は、自分が飲み終わると、口の中に蜜餌を蓄えて、巣の中に持ってってみんなにお裾分けするんですよ。あ、ほら見て。分け合ってるでしょ、あそこで。かわいいね、ほら。ほら、ちょってちっちゃいやつにさ、あげてるでしょ。じゃあ今日はね、この蜜餌を本鱗アリさんたちに食べてもらって、明日、ゴキブリを与えてみようと思います。この大きな大顎とね、凶暴な性格で、しっかり狩りを行うんで、そのシーンも皆さんにお見せしたいと思います。じゃあ今日はね、この状態でステイして、明日、ゴキブリを与える撮影をしていきます。はい、それではね、約1日が経過して、みんな蜜餌をね、多分十分摂取して、もうあんまり飲まなくなってきたので、次はね、肉餌、ゴキブリを与えていこうと思います。で、ちなみに、今回用意するゴキブリはですね、このようにね、ほとんどの足をもいであります。こうすることで、本鱗アリが怪我をしたり、ストレスなく狩りを行えるんで、ちょっと出来レースだけど、これ。だいぶハンデだけど、こんな感じで、みんなで餌を持ってくんだよっていうのを見せます。それでは早速ね、こちらのゴキブリ与えていきます。ほんとここにポイって置くだけなのよ。ほら、もう寄ってきたでしょ。ほら。あ、見た今。バシって。お、なんか続々と出てきましたね。すごい、めっちゃ攻撃してる。あ、ほら、こんな感じで挟んで、おー。
一回ね、ガシッて挟むと結構ね、威力はすごいと思うんですけど、あっという間に運ばれていきました。こんな感じで狩りを行うと。なんかちょっとぐだってんのかこれちゃんと見せれてんのかわかんないんだけど。はい、運ばれていきました。ちょっとね、運ばれていく様子も観察していきましょう。はい、こんな感じでね、どんどん中に運ばれていきます。中にいる働きアリに、バトンパスというか、バケツリレーみたいな感じでね、渡していくんだと思います。ちなみに、一人だけサボってる子いるけどね。あんたも働きなさい。はい、あれからね、またさらに半日が経過しました。皆さん見てください。レッドローチが入り口の部分から一番奥の部屋、幼虫や卵が育てられている部屋ですね。そこに移動しております。ちょっと隠れててちょっとね、正面ドアップのね、このドヤ顔くんでちょっと隠れてて見にくいんですけど、ほら、こうしたら見えるかな？わかる？中にゴキブリがいるでしょ？昨日狩りされたゴキブリは幼虫たちに食べられております。このホンウロコアリは基本的に働きアリはね、密営され育てることができるんですけど、幼虫はね、肉餌、こういうゴキブリとかコオロギとかそういう肉餌を食べないとうまく成長しないんで、しっかり肉餌も与える必要があります。いや、本当に卵も幼虫も順調に育ってて、いや、嬉しいわ。このホンウロコアリ販売予定があるので、お客様にお届けするためにもね、しっかりね、コロニーの状態を維持して飼育していきたいと思います。はい、皆さん、今回の動画、いかがだったでしょうか？ホンウロコアリ。やばいアリだったでしょ？顎の形といいさ、頭の形といいさ、背中のトゲトゲといいさ、全部がやばいアリだったよね。で、今回紹介したホンウロコアリ、なんと、僕が生態を販売しているショップ、アバランチにて、販売を開始させていただきます。ぶっちゃけね、値段はね、全然可愛い値段してないんですけど、高いお金を出しても買う価値がある生き物だと思いますので、興味がある方はぜひ、この動画の概要欄から、アバランチの X と EC サイトをご覧ください。で、ホンウロコアリのもっと詳しい情報、例えば飼育する時の温度とか、湿度とかね、飼育の全体の環境とかも、そういう詳しいことに関しては、ノートと呼ばれるブログのような媒体に記事を書いてますので、そちらもぜひこの動画の概要欄からご覧ください。それでは皆さん、今回の動画とホンウロコアリを面白いと感じていただけた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録、マジでお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイビー。